おはようございます。この FCV の営業者。そうです。使ってる方の笑顔を見てほしい。笑顔をみんなで作りませんか。最後締めていただいてありがとうございます。水素トラックの社会実装が始まることになりました。トヨタイムズの富川裕太です。今回はですね、トヨタイムズニュースでも追い続けてきました福島の水素社会実現に向けた取り組みの現在地を取材してきました。意思ある人たちの行動で着実に前に進んできてはいるんですけれども、一方で課題も出てきています。福島県郡山市にあるワイン用のブドウ畑。農作業を行っているのはフードキャンプに参加している人たちです。福島県内の生産地を訪れ、生産者やシェフと現地で会話をしながらその土地の魅力と料理を味わう。そんな素敵なイベントにこの日から新たなアイテムが加わりました。今年入ったのがこちらの水素キッチンカーです。我々やっぱり自然環境の豊かな中でやっぱりフードキャンプいつもやるので、行った先をやっぱり環境を汚したくないなと思ってます。この日初めて出動したのが水素で動く燃料電池車 FC キッチンカー。皆さん興味を持たれているようですね。排気ガスを出さないだけでなく、音もとっても静かなので、このようなイベントにはぴったり。この車については以前トヨタイムズニュースでご紹介したので、そちらも見てくださいね。私たちの場合やっぱりね、料理人としてなんでフードロスとか地産地消を含めて協力できる部分はありますけど、こういったハード的な部分はやはり今回トヨタさんみたいにこういう形でやっていただければ、それが本当にコラボすれば本当に素晴らしい企画とかイベントがたくさんできるんじゃないですかね。 FC キッチンカーで調理された料理を味わいながら、水素の車についても関心を持ってもらえたようですね。皆さん笑顔でしたね。本当ですね。楽しい美味しいを入り口にして、そこから環境にいかに関心を持っていただくか、そういう道具としてですね、この FC キッチンカーの活躍が一歩を踏み出せたということで、頭で考えるんではなくてやっぱり体全体で感じるということを常々大事にしてますし、それがやっぱ食べ物が美味しいと感じるのはその根っこだというふうに思いますので、この自然の中でそういう場を作ることが大事かなというふうに思ってます。ただ課題も感じてらっしゃるんじゃないですか。想像以上にですね、ちょっと車体が重かったり、ちょっとタンクの関係でですね、車高が低かったり、予期してない時にちょっと電気が止まってしまったりっていうケースも今まだありますので、逆に我々がどんどん使ってですね、トヨタさんが気づきを作ることが我々の役割だというふうに思ってますし、それが本当にこの水素を活用したこの車がマルチパーパスといろんな活用の中で市販されるところまで協力してやっていきたいというふうに思ってます。そっか、水素キッチンカーでももっといい車作りに現場で貢献されてるということですね。走るということはもうトヨタさんの先輩特許かと思いますが、それをどう使うかっていうところに関しては我々民間がいろんな事業をやってる会社さんがこんなことに使えるんじゃないかという提案をしてこそですね、トヨタさんのその思い、トヨタ昭夫社長がこの水素を広げていくというところに役割が担えるのではないかなというふうに思ってます。車を使う人と二人三脚で歩む車作り。そのパートナーは民間企業だけではありません。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。水素エネルギーの活用に以前から積極的な浪江町では、水素を燃料とする FC スクールバスの運行が始まりました。ガソリンにはない水素エネルギーとして新しい発想でいいとは思いました。乗り心地が良く、前のバスより大きいから。浪江町にはもともと10以上の小中学校がありましたが、震災と原発事故以降は子どもたちが減り、一つに合併されました。そのため移動距離も長くなり、通学にはスクールバスが欠かせません。
少人数学習のメリットを生かして、その校外学習の機会なんかが非常に多いので、そのバスでの移動時間が非常に多いっていう教育の現場でしたので、その移動時間をうまく使えないかということを解決していきたいなと思っていて、でその時にやっぱりFCEV の持っている大電力というか、大きなエネルギーを持っている車ですので、そのエネルギーをうまく使えればですね、この移動時間にいろんなことができるのかなと。バスを導入した浪江町役場では、移動中の子どもたちがより良い時間を過ごせるようにさまざまな要望を出したそうです。こう3箇所モニターがあって、これもですね、で子どもたちが座席に座った時の目線で、どう見えるかみたいなところはこだわって、あとここにランドセルとかを収納するようなスペースとかも置かせていただいて。なるほどね。子どもが車内に置き去りになるのを防ぐためのチェックシステムも導入しました。一般的に考えると、役場の人って注文して来たらもうそれで注文して終わりみたいな、終わりじゃないですけどっていうイメージがあるんですけれども、そうですね、やっぱりそんな細かいとこまで車を買うっていう意識ではあんまりなくてですね、子どもたちの教育環境を少しでもより良いものにしたいとか、教育現場での課題を少し解決したいっていう、そこがやっぱり着想点なので、物があればいいっていうものではないと思ってるんですね。中の機能とかをどうしていくかっていうのは本気になってやっぱり考えていかないと、ちゃんと課題解決につながらないっていうのが一番やってはいけないことだと思っているので。浪江町は浪江水素タウン構想を掲げ、さまざまな場所で積極的に水素を活用しています。ただ、新たな取り組みに挑戦しているからこそ、その難しさも感じています。なかなかお値段が高いとかですね、あとはもう法規制の問題も、なかなか水素ガスをエネルギー、基本のエネルギーの一つとして普及させるような法体系の中で運用ができていないというところもあって、いろんな規制緩和も必要かなっていうところもありますし、まだまだいろんな技術的な課題もあるかなと思っていますので、安定的に安価に普通に使っていくっていうには、まだまだいろんな課題を乗り越えていかないといけないのかなっていうことも実証しながらすごく感じているところです。脱炭素社会を作っていくっていうこと、それをやっていく上で、やっぱり水素はその社会全体の不安定な再エネの調整力としてやっぱり使っていかないといけないものだと思っていますので、そこはですね、国も本気で今トライアルをしているというふうに認識をしているので、町もそこにですね一緒になってチャレンジを続けていければと思ってます。 FCEV の営業車を使い始めた会社もあるんですね。こちらです。この車、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。これがその FCEV の営業車。そうですね。可愛いですね。 FC 営業車を導入したのは、再生可能エネルギーの普及に取り組む福島県の企業エナジア。クジラ？クジラですね。FCEV っていうのは大容量の発電量を持ったところに系統連携なしで大きな容量を運べるっていう意味で、大海を泳ぐクジラに似てるんじゃないかなと思いまして。この車でどんな未来を描いてるんですか？もともとは我々は 3.11 で、福島県中が系統連携がシャットダウンして、それで産業も止まって生活者も止まったってことがありますから、我々これ車と思ってなくて、移動性を持つ電力、あと避難物資っていうものを複合的に運べるんじゃないかな。エナジアでは BEV や FCEV と住宅などの間で電力の融通を行う V2X というシステムを導入していて、今回の営業車を移動できる電力と考えています。それが EV ではなくて FCEV、はい、どんな意義がありますか？短い充填時間で大容量、未来で言えばたった5分間で850キロ、電気密度の高い FCEV、水素だからこそだと思うんです。EV は電気密度が低いので、結論的には近場。 EV がいい、 FCEV がいい、どっちがいいじゃなくて、はい、使い道がそれぞれあって、長距離のレジリエンス性とかを担保するためには FCEV が有効だと思いますし、
それをサポーティングシンクロするためには EV、 これを目的に応じて地域がうまくシンクロさせていく。未来を夢見てこちら行きましょうか。こんな敷き詰められてる。すぐあれなんですね。屋根なんですね。はい、よいしょ。太平洋です。太平洋、綺麗ですね。被災地でもあるんですね。あそこが津波が来た。そうですよね、美しさの中に脅威があるんですよね。こちらが太陽光で電気を作ってます。地下消費型の太陽の熱でだいたい60度から80度ぐらいお湯が作れます。毎日450リットル。はい、こういう試みを福島でやっているっていうのが大きいことだと思うんですけれども、どうでしょう、白石さんからして、この福島で自然エネルギーの取り組み、FC も含めた順調に広がってると思うか。正直言うと順調に広がってはいないと思います。再生可能エネルギーっていうのは今世界のエネルギーの高騰問題、新たな産業の競争社会の中の一丁目一番地なので、今福島はそれを諦めるか続けるか、それを福島の企業だけでは当然無理で、答えを言えば単体ではやる気はありますよ。来年還暦ですから、そんな簡単ではないなと毎日思ってやってます。大きなムーブメントが起きれば、福島の他にももっと仲間が増えていくんじゃないかっていうことですかね。そういった意味ではトヨタさんと福島県が福島は水素を使ったまちづくりの拠点にしようということであれば、そこにローカル企業の我々もいい意味でですね、補完関係を取れるんじゃないか。白石さんを突き動かしているものっていうのは何ですか。やはり体感してしまった 3.11 を中小企業の社長としてそれを迎えてしまった、そういった多分人たちがいっぱいいらっしゃる。でもトヨタさんはじめ大手企業国の方が有史以来初めて何か一緒にやりましょう、これは千載一遇のチャンスだと思うんですよ。感謝してますし、だから結果出すまでは続ける意味があるんだなと思ってます。これらのシステムを活用し、災害時には避難所に電力の供給などを行えるように、今年5月いわき市と防災協定を結びました。やはりエネルギーを有効活用していく、防災のことも考えていくとなると、やっぱり民間だけではどうしようもない分野っていうのがありますよね。震災の時に市民の方も、被災しましたけど、いわき市も同じく被災したということで、そこから民間の人の力を借りようと、あるものは全て使おうという形で共助の力に、力を入れていくような形になった、そういうことで震災以降は、民間の方と協定を結びながらいろんな形をやっていった中です。災害死ゼロ、逃げ遅れゼロというものを今掲げて行っております。避難された方も不自由ではあるんですけど、その中でも少しでも快適な、避難生活ができ、長期間になった場合はできるような形という形で、動いております。そのいわき市ではこんな動きもありました。いわき市の企業6社による水素燃料電池小型トラックの社会実証が始まったんです。自然災害あるいはそれ以外の災害を受けたいわきが新しいエネルギーを持って、いわきからその新しいエネルギーが発信できるということは、地域としても大変意義が大きいというふうに思っています。以前取材させていただいた根本通商さんの呼びかけで集まった6社。大きな特徴はいずれも地元の中小企業であることです。現段階ではまだまだコストのかかる水素トラックをなぜ導入しようと思ったんでしょうか。山本さんのお人柄ですね。お人柄ですね。皆さん口々に、本当に先駆けて根本社長がスタートさせたっていうことで、相当我々がその影響を受けまして、僕ら世の中にお世話になっているわけですから、何かお返しができる部分は何かなという、できる範囲なのかなとちょっと思ったので、いろんなエネルギーミックスもね、これから考えていかなきゃいかんですし、原子力発電所だとかそういったこともあるんでですね、社員だとか周辺の人を含めて考えるきっかけに少しでもね、皆さんなればという思いが非常に強うございまして、これだけの災害を受けてですね、それを克服して、そして乗り切ってきたこのいわきだからこそ、その辛さも分かるし、将来の子どもたちのために何か宝物を残したいっていう気持ちもあるし、浪江で水素製造が拠点ができたことだし、
じゃあ社会的な実装の利用活用はいわきが最先端の町になろうと、これが発端です。いわきから発信させていきたいなというのが商工会議所のみんなメンバーですので、本当に私の誇りです。宝物です、みんな。各地でそれぞれの思いを胸に行動に踏み出す福島の皆さん。内堀知事はこの現状をどうしてもこの人に伝えたかったようです。今日ですね、会長にちょっとこれまでの2年4ヶ月の関わりですね、ちょっとお話したいと思いまして、2年4ヶ月前に水素社会の実現に向けて動き出したいと語っていた内堀知事。会長が2年4ヶ月前に来られて、ぜひ人口30万人、福島の中で水素が作られて運ばれて使われる。で使う需要をたくさん作りました。そうなんです、それをまさに今一緒に進めてますんで、これまさにトヨタと福島県の共同作業のおかげですので、改めてありがとうございます。未来の水素社会はこうしてどっかの民間企業1社とか自治体とかね、どっかだけでやっててもダメなんですよね。やっぱり作る、運ぶ、使う、まさにリードいただいてやっていただいて、本当に我々も感謝申し上げたいと思いますし、使われる方が身近に感じてる中で気が付いてみたら、ここまで進んでたねっていうのが僕は一番いいあれなんですよね。たった2年4ヶ月たった2年4ヶ月で意思あってやるとここまで変わりますよってことなんです。変わるんです、水素への取り組みが立ち上がってきて、どんどん広がってきて、ただそれが今乱立している状態、乱立というかいっぱい立っているんですけど、そこがこう結びつくためにはどうしたらいいのかっていうのが今後の課題になってくると思うんですけども、産官学の連携の視点からどのようにこう望ましい形をカーボンニュートラルで、私2年前からねずっと言ってましたのは、一つの選択肢だけでね、それ以外はダメというねことだったんですよね。でそれを選んだとしても、その結果は何年か先にしか出てこない。それよりも今すぐできることあるよね。で敵は炭素だよね。なんかやろうよ。結果は分かりません。失敗もあると思う。でも失敗を除いて新しいね短いリードタイムで成功への道、そんな仲間が集まってくることが僕は未来づくりにね行くんだと思うんですね。使ってる方の笑顔を見てほしいですよ。確かに。笑顔とかね、ありがとうという言葉はね、絶対未来づくりには必要なキーワードだと思うんですよ。ですからそれを増やすようなね、増やすようなプロジェクト、増やすような自治体、増やすような行動をしている人たちをぜひとも応援いただきたいというふうに思います。やっぱ我々が今やってるこの努力は、未来の子どもたちのためにカーボンニュートラルの実現のために絶対必要だし、で誰かがトップランナーでフロンティア切り開かないと、いつまでたっても古い再エネのままだったら、あるいは古い形のままだったら何も未来変わらないと思いますね。それでルールメーカーの方がルールをね作っていただく方が新しい時代に合わせたルール、現実に合わせたルール作りをやっていくと、ますますその後笑顔が広がるんじゃないかなと思います。はい。すみません、最後締めていただいてありがとうございません。ありがとうございました。水素社会の実現に向け、他の自治体も動き始めています。東京ではよく街で水素バスを見かけるようになりましたけれども、今度は水素トラックの社会実装が始まることになりました。この水素大型トラックも走ります。商用車の電動化や効率化を進める CJPT は、東京都や民間企業とタッグを組み、水素を使う FC トラックを東京でも導入しました。最終的に東京で500台以上の電動車の導入を目指しています。水素の大型トラックへの児玉さんの思いを聞かせていただいてもよろしいですか。トヨタ社様とはですね、2017年ぐらいからですね、カーボンフリーのですね大型車両が、開発できないかというようなことでですね、これまで連携させていただいたんですけれども、短期間でこういう大型の、FC がですね開発できるのかということですね、トヨタ自動車もですね非常にハードルの高いチャレンジをされていたということでですね、本当に感無量なところがございます。物流においてどんどんやっぱり台数を増やしていきたいという思いはあります。そうですね。ただですね、これはトヨタ様の方からもですねあるんですけど、まだ道のりはですねかなり難しいということで、
やはり航続距離であったりですね、あるいは積載重量であったりですね、水素ステーション等々のですねインフラもですね、鶏と卵の関係にありますので、その参加企業もですね連携してですね、大型商用車がですね普及できるようなですね、社会をですね取り組んでいきたいというふうに思っております。ここからはですね、ネッツトヨタ郡山の小室社長にお話を伺ってまいります。小室さん、よろしくお願いいたします。お願いします。わざわざ小室さんに福島から出てきていただいた、なぜかと言いますと、私今回もいろんなところでいろんな方の取材してきましたけれども、どこ行っても小室さんの名前が出てくるんですよ。取材をさせていただいた皆さんと小室さん、どういうご関係なんでしょう。お友達といいますかですね、いろんな団体が青年会議所ですとか商工会議所の青年部ですとか銀行のお集まりだとか、そういったところで非常に親しくお付き合いを今でもさせていただいているという。しかも皆さん小室さんが引っ張ってくれてるっていう言葉も口にしていたんですけれども、水素社会に向けてみんなで頑張るぞっていうキャプテンのようなね。そうじゃなくて、私のところはやっぱり車を販売しているというところで、今回はその水素自動車というポイントがありましたんで、やっぱり私の方からお声掛けをしないとなかなか相手も乗ってきてもらえないし、それがどういうものだかという質問も出てこないでしょうし、それがいくらすんだかっていう話も出てこないでしょうし、そういうことがあったんで、私がそのお声掛けをしたと。ですからなんかあいつに買わされたなんて言ってる人も中にいるようですが、そんな言葉になってたんじゃないですかね。水素っていう社会実現のために本当に熱い思いを持って突き進んでいる、歩み続けている、手を取り合っているという印象なんですけれども、ただコストの面非常に厳しいんだっていう方ばかりなんですよね。やっぱり水素、新しいものを実現していくためにはそれだけのやっぱり覚悟が必要だったり、身を削ってでも頑張らなきゃいけないっていう、そういう状況なんでしょうか。本当はそうじゃない方がいいかと思いますが、福島県の皆さんは原子力発電所の事故があったんで、そのエネルギーに対してやっぱり我々も安全だというような思いがあるんじゃないかというふうにまず一つは思いますし、皆さん車今買って乗っていただいてるんですけど、採算ベースにはどなたも乗ってないと思うんですよね。だけどそこに損得じゃないんだというところで、我々も東日本大震災の時はうちも当時高校生の女の子がいたんですけど、放射能の件についてはよく皆さん理解が進んでなかったんで、福島県の女の人はこれから嫁にも行けないんじゃないかというような話が随分ありましてですね、今回福島県で一番最初に作ってくれた根本さんとこのステーションは、我々のところでその問題ないエネルギーを供給をしようというのが私はスタートだったんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり福島第一原発の事故があって、当事者の皆さんであって、それがやっぱりそのエネルギーに関しては特に熱い思いにつながっていると。そうだと思いますね。皆さんに聞いても元取れねえんだぞと、この車買ってもっていう話がやっぱり一番に出てくるんですけど、だけどやっぱり我々はこの道に進まなきゃいけないのだろうという思いがあって、皆さん今、実証実験という言葉ですけど、それに協力してくれてですね、でいずれそれがもっと広がってその採算が合う仕事になるようになったら、これは私も非常に嬉しいし、皆さんのこれからのご努力がそういうふうに報われるようにですね、なればいいなというふうには思ってます。今回も取材していて、水素を使った燃料電池車 FCEV は本当にいろんな形のものを目にしたんですね。でそれぞれ利用されている方がそれぞれ課題を感じていろんな要望を出していらっしゃって、それがまた車作りにつながってという、水素社会実現に向けたこの取り組みの社会の中でももっといい車作りが行われているという印象を受けたんですけれども、今使っていただいている皆さんは
トヨタ自動車がこれを作りますんで使ってくださいっていうのがやっぱりスタートなんですよ。ですからそれではやっぱり今本当にご協力はいただいてますけど、本当はそうじゃなくて我々はこういう車が欲しいんだと、できればこういう車を水素で作ってくれないかっていうのがやっぱりいっぱい出てくればですね、それにトヨタ自動車の皆さんが応えてくれるようになる。こういった車もできました、ああいった車もできました、それが日本中世界に広がっていくというのがやっぱり目指さなきゃいけないところではないかなというふうに思ってます。いわば小室さんの立場というのはそういった利用してくれるお客さんとトヨタ自動車の間に位置しているわけですけれども、そういった皆さんの要望っていうのはもっといい車作りに向けて販売店の役割っていうのはどのように受け止めていらっしゃいますか？やっぱりそういう意見を吸い上げてメーカーさんにフィードバックするっていうことだと思いますね。使われる皆さんは売ってる我々なんかよりもいろんなところで不自由を感じたり、こういうものがあった方がいいなっていう要望があったりですね、具体的に持ってるわけですね。ですからそれをやっぱり吸い上げて早くメーカーさんの方に、情報提供するというのが我々の仕事かというふうに思ってます。それが福島で行われているという、まさにその水素社会の実証実験が福島が世界をリードしている今状態ですけれども、これはどんな意義があると思いますか？まず震災がスタートだったっていうのは大きいと思います。で、多くの人がそのエネルギーについて関心を持ったと。で、そこに行政の皆さんですとか国がですねいろんな設備を作ってくれて、それをじゃあどうやって活用しようかと。でもこれ活用しきれないけどもっとなんかアイデアがないかと、そういうことを本当に福島県の人はですね本当に一生懸命やってらっしゃると思うんですよ。いろんなところで今水素社会ということでですね自治体の皆さんが動き出したと。カーボンニュートラル宣言したけど俺ら何やればいいんだっていう行政の皆さんもいらっしゃってですね、非常に私はそういう言葉自体が心強いと思ってるんですけど、じゃあこんなことやっと子どもたちに水素っていうのは安全だよっていうのを教えましょうとかですね、こんなことやっとこういう車が動くんだよっていうのを教えましょうとかっていうのを今一生懸命やってるところで、そんな活動も販売店の仕事かというふうに思ってます。新しい芽も出てきているような感じもするんですけれども、仲間が増えているっていう実感はしますね。やっぱり秋尾会長がこの仕事がスタートする時に仲間作りが最初だという話をされまして、私もこれに携わったスタートは未来を売んなきゃいかんよなと、それにはどうも水素を供給してくれるところがないよなとかですね、そんなところに行ってお願いをしたり、最初は5億もかかんのにお前何人にそんなこと言ってんだっていうのがスタートでした。でも一生懸命その人たちといろんなお話をして、そうだなうちがやんなきゃいかんかなっていう方が出てきてくれたり、じゃあこっちにもできたんだからやっぱり福島は水素で動いてるからこっちの地区にも作んなきゃなと、また新しいスタートがですねいろんなところで起きているという実感はあります。水素ステーション作るのに5億もかかるんですね。というふうに聞いておりまして、しかも維持費も。そうですね、国と行政とあとは J ハイムさんとで補助金が出ると。でこれが3億5千万ぐらいになるのかもしれませんが、手出しも1億5千万とか2億はあると、運営していくのにやっぱり年間2,000万から3,000万の費用がかかると。ですからやってらっしゃる皆さんは本当にここで利益を出そうっていう思いじゃないんですね。とにかくそれを普及させて、福島県で本当にそういう車がいっぱい走るようにしたいと。でそういう思いで、ただメンテナンスするにもコストがかかると。でそういうところもやっぱり法規制がいろいろあるんで、その辺も少しですねできるところまで緩めていただいて、多くの事業者さんが参入できるようになれば、これだけガソリンスタンドが今あるわけで、やっぱりエネルギーの転換期でそういう水素ステーションっていうスタンドもですねこれから国中にできるべきではないかなというふうに思ってますが、そういうコスト課題はあると思いますけど、福島の人はそこを損得で考えてないんですよ。
だから熱い思いでなんとかコストの課題をなんとか乗り越えている状態ですけれども、小室さんがおっしゃったように法規制の問題、法律の面の課題もある、ここをクリアにしていかないとなかなかこう広がっていかないっていう現実が見えてくるということですね。ただそこをなんとかこうクリアしていけば、秋夫さんが VTR の中で言ってましたけれども、笑顔とありがとうがあふれる社会が近づいてくる。そうですね。その通りだと思います。はい。ですから福島がまずこう見本のように今こう頑張って動いてますから、福島でどんどん笑顔とありがとうが増えていくと、それがまた全国への可能性、世界への可能性へと広がっていくということですね。そうあればいいなと思います。頑張ります。その姿を私たちもこれからもまた取材させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ワールドトヨタニュース。オーストラリアと福島の交流の場に登場したのは、今日オーストラリアのパースでは福島県川内村特産のお蕎麦を楽しむイベントが行われます。そこで活躍するのがこちらの水素キッチンカーです。そば食べたことある人いますか？あ、全然みんな食べたことあるんだね。大好き。あ、嬉しい。そば粉はオーストラリアにないので日本から釣って持ってきました。最初にそばを打つときは力加減がわからなくて、とても終わりまして。美味しかった。みんな食べたことある？初めて？日本で食べた。美味しいお蕎麦を食べながら少しだけお話を聞いていただければというふうに思います。みんなで水素を体験しよう。今日少しお話しするのはこの水素について、そして後ろにあります2つの車もぜひ見て中に乗って触ってほしいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。そこで水は水素にチャレンジしている福島のしかも名産を海外でこうやってアピールするっていうのはどんな意味があるんですか？もうめちゃめちゃ楽しみにしてるんですよ。水素の車、環境に優しい、人間にも優しい、その車でこの美味しいですねお蕎麦が提供できる。これめっちゃ知事として嬉しいので、結果はですねまた報告いただけると思うので。トヨタイムズニュースやりますか？そうですか。トヨタイムズニュースやってくれれば、よく見てるんですけど楽しみに待っていますので、よろしくお願いします。未来のエネルギー水素を未来じゃなくて今のエネルギーにトヨタさんと一緒にやろうとしている。しかもその食べ物お蕎麦が美味しい、この両方を感じていただくと、オセロで黒が白にひっくり返るみたいにローマ字の福島のネガティブなイメージがポジティブなチャレンジングなイメージに変わると思うんですよ。その一つのキーワードはまさに水素エネルギー。福島がいつまでも原発事故の地のままじゃなくて未来に向かって復興を進めている。それを水素カーとそして川内村のお蕎麦でぜひパースの方々に感じていただきたいと思います。